残念だが、彼女はもう、これ以上は厳しいです。図書館の床に響いた救急隊員の低い声は、まるで冷たい鉄槌のように俺の頭を打ちのめした。横たわる女学生の顔は蒼白を通り越し、唇は紫色に染まっている。モニターに映し出される心電図は、ほぼ平坦な線を描き続け、周囲を取り囲む隊員たちの顔には、無力感と諦めの色が濃く浮かんでいた。まだだ！俺は叫んでいた。ほとんど無意識のうちに、隊員の静止を振り払うように、俺は再び、ユイの小さな体にまたがり、胸骨圧迫を再開した。1回、2回、3回。自分の心臓の鼓動がやけに大きく耳元で鳴り響く。汗が噴き出し、顎を伝って床に落ちる。呼吸は限界まで荒くなっていた。なぜ俺はここまでする？ただの用務員である俺が、過去に全てを捨て、静かに生きることを選んだはずの俺が。この少女は、俺にとって一体何なんだ？彼女のひたむきさが、まっすぐな瞳が、俺の心の奥底に凍りついていた何かを溶かし始めたからか。それとも、この手は、かつて別の命を救えなかった。あの日の手術室の光景、モニターの絶望的なアラーム音、そして俺自身の無力感、封印したはずの記憶が悪夢のように蘇る。もう二度とあんな思いはしたくない。この手で失いたくない。戻ってこいユイ。君にはまだやらなきゃいけないことがあるだろう。俺の声は祈りとも叫びともつかない響きとなって静まり返った図書館にこだました。この手は再び命をつなぎ止めることができるのか。絶望の淵で俺の、そして俺たちの最後の戦いが始まろうとしていた。俺の名前は桐生蓮。今はこの学園で用務員として働いている。日が暮れた校舎の廊下を誰にも気づかれないようにひっそりと歩くのが日課だ。たまに宿直も引き受ける。夜の学園は昼間とはまるで別世界のように静かだ。床を擦る足音すらやけに大きく響いて、どこか自分が世界から置き去りにされたような感覚に襲われる。そんな、ある日のことだった。昼休みを過ぎた頃、グラウンドの方から足早にかける生徒たちのざわめきが聞こえてきた。何事かと思ったが、特に用務員の俺に呼び出しはない。俺は黙って、いつものように倉庫裏の整備を続けた。けれど、胸の奥にどこか引っかかるものがあった。それはただの勘だった。だが、昔から、こういう時の自分の直感はやけに当たる。俺は工具を置き、歩き出した。校舎の渡り廊下に出ると、人だかりができているのが見えた。中心には、一人の男子生徒が崩れるように座り込んでいた。顔色が悪い。周囲の生徒たちは、ただ、おろおろと見守るだけで、誰も手を出せないでいた。先生呼んでこいよ！救急車！救急車！焦った声が飛び交う。だけど、誰も実際に動こうとはしない。戸惑いと恐怖と、責任を負いたくないという気持ちが、子供たちを足止めしていた。俺はため息を一つついて、群れの中に進み出た。そこどいてくれ。そう言うと、生徒たちは驚いたように道を開けた。俺はしゃがみ込み、倒れている男子生徒にそっと声をかけた。君、聞こえるか？返事はない。でも浅い呼吸はある。脈も、かろうじて触れた。俺はポケットからライトを取り出し、彼の動向をチェックした。すぐに分かった。低血糖だ。このまま放っておけば、意識を手放すかもしれない。誰か、保健室からブドウ糖を持ってきてくれ。できるだけ冷静に、でも強く、周囲に指示を飛ばした。一人の後輩らしい生徒が慌てて駆け出していった。その間にも、生徒の意識が落ちないよう、俺は声をかけ続けた。頑張れ、もうすぐ良くなるからな。しばらくして、走って戻ってきた後輩が、ブドウ糖を差し出してくれた。俺は慎重に、生徒に少量ずつ舐めさせた。数分も経たないうちに、彼の顔に、ほんの少し赤みが戻る。大丈夫だ。俺はそうつぶやきながら、生徒を横向きに寝かせた。救急車を呼ぶ必要はないだろう。ただ、念のために医師の診察は受けた方がいい。周囲に向かって簡単にそう伝えると、俺は立ち上がり、また元来た道を歩き出した。特に感謝されることもなかったし、期待もしていなかった。ただ、それでも、一人だけ、俺を見ている視線があった。羽鳥結衣。この学園の陸上部エースだった少女だ。栗色の髪を肩で揺らし、制服の胸元をぎゅっと握りしめながら、
じっと俺を見ていた。驚きと何か、それ以上の感情をたたえた瞳だった。俺は目をそらすことなく、軽く会釈をして歩き去った。それっきりだ。それ以上何かを望むつもりもなかった。けれど、俺は知らなかった。その一瞬の交差が少女の運命を変えることになるとは。翌日から羽鳥結衣の視線を感じるようになった。廊下を掃除していても、体育館の裏で備品を修理していても、ふと振り返ると、遠くから彼女がこちらを見ている。そして目が合うと慌てて視線をそらした。俺はため息をついた。好奇心だろう。ただの用務員にしては妙に手際が良かったから、不思議に思っただけの話だ。そして何より、彼女自身も今、人生の岐路に立っている。それがわかる。羽鳥結衣。この学園でも有名な存在だった。中学時代から陸上長距離のエースとして名を馳せ、高校に入っても大きな大会で次々と記録を打ち立てていた。けれど、膝を痛めたらしい。今はリハビリを続けながら、グラウンドの端で黙々とトレーニングをしていると、何度か噂で耳にした。頑張っている。そういう者もいれば、冷ややかな声もあった。羽鳥先輩って、まだ諦めてないんだよね。正直、もう無理じゃない？本人だけが気づいてないっていうか。自分がずっとトップだって思ってるなら間違いだよね。そんな陰口を俺は何度か耳にしたことがあった。本人はまだ迷っているのだろう。可能性を信じたい気持ちと現実を突きつけられる恐怖。その狭間で立ち止まっている。周囲もまた善意なのか無責任なのか言葉を投げかけていた。もうちょっと頑張ればきっと奇跡が起きる。最後まで諦めなきゃなんとかなるよ。けれど本当のところを誰も見てはいなかった。結衣の痛みも苦しみも誰も真剣には受け止めていなかった。俺はそんな空気をただ黙って見ていた。数日後の夕方、人気のない中庭で、俺はまた彼女と出くわした。ベンチに座り、膝を抱え、じっと地面を見つめている。その表情はひどく寂しげだった。俺は迷った。このまま通り過ぎるべきか、それとも少しだけ声をかけるべきか。ほんの数秒、逡巡した末、俺は歩み寄った。寒いぞ、風邪ひく。低く、静かな声で言った。彼女ははっと顔を上げた。そして、俺を見ると涙ぐみながら笑った。ごめんなさい。私。彼女の声は震えていた。何もできなくなっちゃって。ずっと頑張ってきたのに。その言葉を聞いて、俺は静かに座った。少し離れた場所に。頑張った奴が一番苦しいんだ。俺もそうだったからな。思わずそんな言葉がこぼれた。ゆいが驚いた顔でこちらを見る。俺も昔全部失った。やりたかったことも、なりたかったものも、それは誰にも話したことのないことだった。でも、目の前の少女にだけは、なぜか嘘をつきたくなかった。ゆいは黙って俺の言葉を待っていた。それでも、生きていかなきゃならない。誰に認められなくても、どこかで自分を拾い上げなきゃならないんだ。俺は空を見上げた。白母の空には、細い月が浮かんでいた。だから、お前も立ち上がれ。立ち止まってもいい。だけど、自分だけは見捨てるな。ゆいはしばらく何かを噛み締めるように、ぎゅっと唇を結んでいた。そして、小さくうなずいた。それで十分だった。俺は立ち上がり、また工具箱を手に取った。帰れよ。夜は冷える。そう言い残し、俺は背を向けた。背中越しに、彼女の小さな声が届いた。桐生さんって本当は、何者なんですか？俺は振り返らなかった。そして答えもしなかった。ただ手を一振りして歩き出した。数日後の放課後だった。俺は校舎裏の倉庫で古い体育館用具の補修作業をしていた。風が強い日で時折吹き込む埃っぽい空気に目を細めながら壊れた飛び箱の板を張り直していた。その時、足音が聞こえた。振り向くと羽鳥結衣がそこにいた。制服の裾を握りしめ、どこか決意を固めたような顔をして、桐生さん、少し時間もらえますか？普段よりも硬い声だった。俺は無言で近くにあるベンチを指さした。彼女はこくりと小さくうなずいて腰を下ろした。俺もその向かいに腰を下ろす。しばらく二人の間には風が吹き抜けるだけだった。私、
陸上をやめようと思ってます。ようやくゆいが口を開いた。思ったよりも声は震えていなかった。覚悟を決めたものの声だった。けれど、その奥にある痛みを俺は見逃さなかった。まだ完全に膝が壊れたわけじゃないんです。リハビリして痛みが引けばまた走れるかもって言う人もいる。でも先生によってはやめた方がいいって。ゆいは膝に視線を落とした。周りはまだ諦めるなって言うんです。私の前では、でも知ってる。もう終わったよねって陰で言ってる人もいる。俺は黙って聞いていた。もうわかってるんです。ぽつりとゆいはつぶやいた。走りたい気持ちはまだある。でも怖いんです。もし無理して普通に歩けなくなったらって思うと。言葉が途切れた。風がゆいの髪をそっと揺らす。俺は深く息を吸い込んだ。そしてはっきりと言った。やめろ。ゆいの目が見開かれた。信じられないものを見るような顔。頑張れとは言わない。奇跡を信じろなんて無責任なことも言わない。俺は静かに続けた。膝を壊したら取り返しがつかない。一生走れないどころか、普通の生活すら支障が出るかもしれない。ゆいの肩が小さく震えた。君が今、夢を手放すことを誰かは笑うかもしれない。でもな、本当に強いのは、引き際を見極められるやつだ。俺の言葉に、ゆいはぎゅっと拳を握った。怖かったんです。絞り出すような声だった。認めたら、全部終わっちゃう気がして、今まで頑張ったことも意味がなくなる気がして。意味がなくなるわけじゃない。俺は即答した。頑張った時間は無駄になんかならない。それを背負って新しい道を行くためにある。ゆいの目に涙が浮かんだ。こらえきれず、ポロポロとこぼれ落ちる。ありがとうございます。ぐしゃぐしゃな顔で彼女は頭を下げた。本当のこと言ってくれたの、桐生さんだけです。俺は何も言わなかった。ただ、そっと工具箱の上に置いてあったティッシュを彼女に差し出した。それで、ゆいは涙を拭きながら顔を上げた。私考えたんです。桐生さんみたいに人を助けられる人になりたい。今度は走ることでじゃなくて、命を救う側になりたいんです。心臓が小さく震えた。ゆいは俺をまっすぐに見ていた。医者になりたいんです。この学園に医学部ができるって聞きました。私、今からでも目指せますか？俺は少しだけ考えた。そして、はっきりとうなずいた。できるさ。力強い言葉だった。嘘でも慰めでもない。彼女なら本当にできる。心の底からそう思った。君は何かを成し遂げる力を持ってる。だから大丈夫だ。ゆいはまた泣きそうな顔をした。でも今度は嬉しい涙だった。私頑張ります。その声に俺も思わず笑ってしまった。それからの日々は慌ただしくも悪くないものだった。放課後になると、ゆいは俺を探してやってくる。教室の片付けをしていると、桐生さん、今日もお願いします。と、元気よく駆け寄ってくる。持ってくるのは、分厚い参考書や問題集。最初は、正直目を白黒させた。これ、どこから教えればいいんだ？だけど、ゆいは一生懸命だった。解剖学の基本から生物の仕組み、化学式に数学の公式。わからないところがあればすぐに質問してくる。わかったときは目を輝かせて喜んだ。わかりました。酸素が血液に運ばれる仕組みですね。桐生さん、数学ってこんなに面白かったんですね。そんな風にひたむきに前へ進もうとする姿を見ていると、俺の胸の奥にも少しずつ明かりが灯っていく気がした。俺はかつて諦めた道をもう一度、ゆいと一緒に歩いているのかもしれない。そんな気がした。疲れたらちゃんと休め。無理はするなよ。はい。笑顔で答える彼女を見て、俺は心の中でそっと願った。秋が深まるにつれて、校舎の空気も一段と冷たくなった。ゆいは相変わらず、放課後になると俺の元へやってくる。数学の公式を覚えるのに苦戦したり、生物の教科書を抱えて頭を抱えたり、それでもめげずに前へ進もうとする姿を見ていると、俺の方が逆に背筋を伸ばさなきゃいけない気がしてくる。このまま何事もなく進んでいけばいい。そんな風に思っていた。けれど、そんな甘い願いが長く続くはずもなかった。その日、俺は校庭の落ち葉掃除をしていた。
冷たい風に舞う葉をブロアで一箇所に集めながら、ふと視線を感じた。顔を上げると、校門の方から見慣れない男子生徒がこちらに歩いてきた。高身長に整った顔立ち。けれど、その目にはどこか、人を値踏みするような色が宿っていた。ゆいが少し後ろを歩いてついてくる。ただ、その顔にはどこか困ったような影が差していた。二人が近づいてくると、男子生徒は腕を組み、俺を見下ろすように言った。あんたが桐生さん？俺はブロアのスイッチを切り、静かにうなずいた。俺、柴崎壮。ゆいの幼馴染だ。自己紹介とは思えないほどトゲトゲしい口調だった。ちょっと話がある。そう言って、俺を人目につかない校舎裏へと促した。ゆいも申し訳なさそうな顔でついてくる。裏庭に入ると、そうは腕を組んだまま鋭い声を出した。ゆいから聞いたよ。あんた、いろいろ勉強を教えてるんだって。俺は無言でうなずいた。悪いけどさ、やめてもらえないかな。そうははっきりと言った。ゆいが医学部目指すなんて無理に決まってんだろ。おまけにあんた用務員だろ。そんな奴に教わって何ができるんだよ。ゆいがはっと息を飲んだ。そう。俺は静かにそうを見つめた。彼の背後に夕日が沈みかけている。その赤い光に照らされた顔には、幼さと焦りが入り混じっていた。俺はちゃんとした医者になる。親父も兄貴も医者だ。俺にはその道がある。だから、ゆいには。そうは一生懸命だった。一生懸命に自分の世界だけが正しいと信じ込もうとしていた。ゆいには変な夢見させたくないんだよ。俺はふーと小さく息を吐いた。そして静かに口を開いた。彼女が決めたことだ。たったそれだけ。そうは苛立ちを隠そうともせず声を荒げた。俺はゆいを陸上に戻したいんだ。俺は少し目を細めた。医学部なんか行くよりちゃんとリハビリしてまた走れるようにして、オリンピックだって夢じゃない。俺が医者になってサポートする。絶対治してやる。そうの声には一生懸命な色が滲んでいた。けれど、それはゆいのためじゃない。ゆいが小さく首を振った。そんな勝手なこと言わないで。声は震えていたが、しっかりとした口調だった。私、もう自分の足が前みたいには戻らないってわかってる。やってみなきゃわかんないだろ。そうが怒鳴った。なんで最初から諦めるんだよ。俺が絶対直してやるって言ってるのに。そうにはわからないよ。ゆいも声を荒げた。目には悔しさと悲しみが入り混じっていた。走れなくなる怖さも、未来を選ばなきゃいけない苦しさも、そうにはわからない。そうは言葉を失った。顔を真っ赤にして、拳を強く握りしめる。そして吐き捨てるように言った。現実見ろよ。バンと拳が壁に叩きつけられる。ゆいがびっくりと肩をすくめた。誰がどう見たって無理に決まってるだろ。医者？そんなのお前にできるわけない。しかも教わるのが用務員って頭おかしいだろ。最後の言葉は吐き捨てるようだった。ゆいは何か言い返そうとして唇を噛んだ。目にまた涙が滲む。俺はそっと前に出た。そしてそうをじっと見た。彼女は大丈夫だ。静かに、けれどはっきりと言った。そうが睨み返してくる。けれど俺はひるまなかった。飲み込みも早い。何より自分で選んだ道を歩こうとしている。そうの表情がわずかに揺らいだ。君も本当はわかってるんだろ。そう言うと、そうの顔に一瞬ハッとした色が浮かんだ。自分自身が努力だけじゃどうにもならない世界にいるって。だから怖いんだ。彼女が自分より先に進んでしまうのが。図星だったのだろう。そうは顔を赤くし、乱暴にユイの腕を掴もうとした。ユイ、こんな奴と一緒にいたらダメだ。その手をユイが振り払った。小さな、けれど決然とした動きだった。やめてそう。泣きそうな顔で、それでもまっすぐそうを見た。私自分で決めたの。誰に何を言われても、もう迷わない。そうは信じられないものを見るような顔をして立ち尽くした。桐生さんは私に本当のことを教えてくれた。誰も言ってくれなかった厳しい言葉を。それでも私の未来を信じてくれた。ユイの声は震えていた。けれど、その震えの中に確かな強さが宿っていた。そうは何も言えなくなった。拳を握りしめたまま。やがて何も言わずに背を向け走り去った。その背中を
俺もゆいもただ見送った。静かになった裏庭で、ゆいがそっと顔を上げた。ごめんなさい、巻き込んじゃって。俺は首を横に振った。君が自分で選んだ道だ。誰に何を言われたって、それが一番強い。ゆいはふっと笑った。まだ少し、涙の跡を残したまま。その笑顔を見て、俺は心の奥でそっとつぶやいた。頑張れ、羽鳥ゆい。これからの道は簡単じゃない。傷つくことも何度もあるだろう。だけどきっと大丈夫だ。俺はそう信じていた。午後の日差しが窓から斜めに差し込んでいた。学園の古びた図書室。授業が終わった後の静かな空間。俺とゆいは並んで机に向かっていた。机の上には分厚い生物の教科書と数枚の問題プリント。鉛筆を握りしめたゆいは唇をキュッと引き結びながら真剣な顔で問題を解いている。時折髪がさらりと揺れる。その横顔にはもう以前のような迷いはなかった。俺はそっとペンを置き、彼女の答案を覗き込んだ。よくできてる。思わず声に出していた。ゆいはパッと顔を上げた。そしてほんの少し頬をあからめた。本当ですか？ああ、もう基礎はほとんど身についてる。これなら医学部だって十分目指せる。俺の言葉にゆいは嬉しそうに笑った。その笑顔を見ていると自然とこちらまで口元が緩む。でもそれは桐生さんの教え方がいいからですよ。ゆいはそう言っていたずらっぽく笑った。からかっているような、でも本気で感謝しているような、そんなまっすぐな笑顔だった。俺は少しだけ照れくさくなって咳払いをした。教え方なんて大したことない。お前がちゃんと努力してるだけだ。ゆいは首を振った。私、もし桐生さんに出会ってなかったら、きっとまだ立ち止まったままだった。進むってこんなに怖くて、でも楽しいんだって教えてもらったから。その言葉に、俺は一瞬胸が詰まった。そうか。彼女は本当に前を向いて歩き始めたんだな、と改めて思った。そんな空気の中で、ふと、ゆいが壁のポスターに目を留めた。あ！壁には新しく貼られた学園広報のポスター。そこには鮮やかな青い文字でこう書かれていた。未来へつなぐ命の学び屋。鳴海学園医学部、開設準備中。そして、その下には理事長、鳴海東一郎の言葉が添えられていた。二度と未来ある命を失うことがないように、すべての若き医療人たちへ、この場所から希望を。ゆいはポスターをじっと見つめた。これ本当にロマンチックですよね。小さな声でそうつぶやいた。この学園に医学部ができる。しかもただの計画じゃなくて、誰かの思いから始まったものなんだ。ゆいの瞳は純粋な光をたたえていた。理事長先生素晴らしい方ですね。こんな温かい理由で医学部を作ろうだなんて。俺は黙って聞いていた。知っている。この計画の本当の始まりがどこにあるか。あの日、理事長の息子が手術中に息を引き取った。あの悲しみが、あの絶望が、鳴海東一郎を動かした。もう誰にも同じ思いをさせたくない。そのために彼は学園の未来をかけた。だが、俺は知っている。あの時、手術室にいたのは俺だった。俺が、胸の奥にじわりと重たいものが広がった。ゆいは俺の顔を覗き込んだ。桐生さん。いや、俺は微笑んでごまかした。いい考えだと思う。この場所から本当にたくさんの命が救われるかもしれない。はい。ゆいは明るくうなずいた。その笑顔を見ていると、心の奥にこびりついたよどみが、ほんの少しだけ和らぐ気がした。それでも、俺は忘れない。この学園に生まれる未来の影に、俺自身が葬り去った過去があること。ふと、窓の外に目をやった。冬の夕暮れ。赤く燃えるような空の下、細い三日月がひっそりと浮かんでいた。世界が静かに、そして確かに夜へと沈んでいく。そんな風景を眺めていると、自分がどこか遠い場所に取り残されたような、そんな気がした。桐生さん、ゆいの声が隣からした。本当にすごいですね。なんか知識の量も考え方も普通じゃないっていうか。俺は苦笑した。普通だよ。絶対違う。ゆいはペンを握ったままじっとこちらを見た。もしかして、いたずらっぽく、でもどこか期待を込めた声で言った。本当はお医者さんだったりして。俺は思わず息を飲んだ。
ゆいは冗談のつもりだったのだろう。小さな笑い声を漏らしている。けれど、俺の胸の奥にはずしりと重たいものが落ちた。冗談でも図星だった。そして次の言葉がさらに深く刺さった。だって、そんなに頭がいいし、医療の知識もたくさんあるし、どうして用務員さんをやってるんですか？純粋な疑問。責めるでも見下すでもない。ただ本当に不思議に思っただけ。俺はゆいを見た。温かな目。俺を信じて、未来を信じて、疑わずにここまで来た。少女の目だった。話してもいいかもしれない。そんな気持ちが初めて胸に湧いた。この子になら話してもいい。全部じゃなくても少しだけ、自分がどこから来たのかを。俺は静かに息を吸った。言葉を探して、口を開こうとしたその時だった。前の方から理事長と見覚えのある男、ジンの姿が近づいてくる。あれ？小さなつぶやき、顔をしかめ、まじまじと俺を見つめる。最初は何か似たような顔を見た記憶が引っかかったのだろう。だが次第に、ジンの表情がこわばっていった。いや、まさか。信じたくないものを見たような目。ジンは半信半疑のまま俺に近づいてきた。ユイが不安そうにこちらを見る。俺はゆっくりと立ち上がった。ジンは数歩手前で立ち止まり、顔をしかめたまま、俺を上から下まで眺めた。作業服、工具箱、少し埃まみれのシャツ。そこでジンははっきりと確信したらしい。ふっと口元を歪めた。声を漏らし、肩を小さく震わせる。それはこらえきれない笑いだった。俺は無言で立ち上がった。隣ではユイが不安そうに俺を見ている。ジンはとうとう吹き出すのをこらえきれなかった。いや、冗談だろ。かつての大先生が用務員になってるなんてな。楽しそうに嬉しそうに笑った。その様子に理事長が眉を潜めた。知り合いか？理事長の問いかけにジンは得意げに言った。ああ、知り合いですよ。とんでもなく因縁深いお知り合いです。わざとらしくためを作り、ジンはまるで爆弾を投げるように言い放った。ジンはスーツのポケットに手を突っ込みながら俺を見下ろしていた。その目には勝者の余裕が滲んでいる。まさか、こんなところでお会いできるとは思いませんでしたよ。桐生先生。わざとらしく先生と呼んだ。皮肉と侮蔑をたっぷり込めて。ユイが不安そうに俺を見た。理事長もいぶかしげな顔で俺とジンを交互に見つめていた。ジンは構わず続けた。この人、かつては有名でしたから、凄腕の外科医として名を馳せていたんですよ。理事長がわずかに目を見開いた。外科医？ええ。ジンは楽しそうにうなずいた。当時はどんな難手術も成功させるって評判でね。いわゆるゴッドハンドってやつです。理事長の顔に薄く緊張が走る。ジンは追い打ちをかけるようにさらに続けた。でもそんな彼でもどうにもならなかったことがあった。理事長の眉間に深いシワが刻まれる。あの時覚えてますよね。理事長先生のご子息が急な手術を受けることになった日を。理事長の顔がみるみる青ざめていく。あれは、かすれた声が漏れる。ジンはなおも淡々とじわじわと追い詰める。出頭したのはこの人ですよ。ジンが俺を見た。桐生蓮先生。理事長はわずかに後ずさった。嘘だ。理事長の声が震えていた。まさか、あの時。かすれた声で理事長が言った。うちの息子の手術をミスした執刀医か。俺は思わず口を開いた。違います。そう言おうとした途端、すぐ別の声がかぶさった。そうです。ジンだった。まるで俺の否定をかき消すように強い声で断言した。間違いありません。あの時の執刀医は桐生蓮。結果としてご子息を。言葉を濁すふりをしながら、ジンは理事長を追い詰める。理事長の顔がさらに蒼白になる。違うんです。俺は懸命に言葉を絞り出した。あの時急変したのは俺のミスじゃない。別の原因が。ジンが冷たく笑った。じゃあどうして当時、あれだけの医療審査で、執刀医の判断ミスって結果が出たんでしょうね。理事長がぎゅっと胸元をつかむ。ジンはさらに追い打ちをかけるように言った。証拠もあります。当時のオペ記録、そして
委員会の報告書、全部残ってますよ。理事長の目に怒りの火が灯った。君みたいな男が、この学園で働いていたなんてな。絞り出すような声だった。許せない。二度と、うちの生徒たちの前に姿を見せるな。冷たく、突き放すような言葉。そして、解雇の宣告が突きつけられた。桐生蓮、君には今日限りで学園を去ってもらう。俺は静かに目を閉じた。ゆいが心配そうに俺を見ていた。声にならない叫びがその瞳に宿っていた。何も言い返せなかった。たとえ真実がどうであれ、今この場では何も届かない。俺はゆっくりと頭を下げた。その場には重たい沈黙だけが残されていた。ジンは満足げな笑みを浮かべ、理事長は怒りと悲しみに打ち震えている。そして俺は、ただ立ち尽くすしかなかった。解雇。その言葉の響きは、思ったよりもずっと冷たく、鋭く、俺の胸をえぐった。分かっていたはずだ。いつかこんな日が来るかもしれないと。この学園に俺がいること自体が、時限爆弾のようなものだったのだから。医師としての過去を捨て、人目を避けるようにしてたどり着いたこの学園。誰も俺の過去を知らない。誰も俺に特別な期待をしない。ただ、用務員の桐生さんとして、古びた校舎の片隅で、壊れたものを直し、汚れた場所をきれいにする。それだけの毎日が、失意の底にいた俺にとっては、どれほど心穏やかなものだったか。かつて、神の手とまで呼ばれ、常に重圧と隣り合わせだった日々とは違う。静かで平凡な時間。季節の移ろいを黙々と告げる中庭の木々や、他愛ない生徒たちの声。それらが少しずつ俺の心を癒してくれていたのだ。そして、ゆいとの出会い。彼女のひたむきさが忘れかけていた希望という感情を思い出させてくれた。それらすべてから引き剥がされる。わかりました。かろうじて、それだけを口にした。声が震えなかったのは奇跡に近い。俺は深く頭を下げた。理事長に対して、そして、隣で息を飲んでいるゆいに対して。今までお世話になりました。顔を上げられなかった。どんな顔をしてゆいを見ればいいのかわからなかったから。ジンが勝ち誇ったように鼻を鳴らす音が聞こえた。理事長は何も言わずにきびすを返し、図書室を出て行った。その背中には拭いきれない怒りと深い悲しみが滲んでいた。ジンも満足そうに俺を一別すると、理事長の後を追って去っていった。静寂が戻る。ガランとした図書室に俺とユイだけが取り残された。窓の外ではもう日が傾きかけている。茜色の光が床に長い影を落としていた。俺はゆっくりと自分の荷物をまとめ始めた。机の上に散らばった参考書、使い古したノート、そして胸ポケットに入れていた小さな工具。どれもこれもこの数ヶ月のささやかだが温かい日々のかけらだった。桐生さん。背後から震える声がした。ゆいだった。俺は手を止めた。振り返ることはできなかった。行っちゃうんですか？声には涙が混じっていた。ああ、短く答えるのが精一杯だった。嘘ですよね。さっきの話。ゆいの声がすぐ近くまで寄ってきた。桐生さんが人の命を、そんな風にするなんて私、信じられません。俺は荷物をまとめる手を再び動かした。ここで彼女の顔を見てしまえば、きっと何かが崩れてしまう気がした。桐生さん。ゆいの声が悲鳴のように響いた。俺はぐっと唇を噛んだ。教えてください。本当のことを。悲痛な声だった。すがるような、問い詰めるような、それでいて、どこまでも俺を信じようとしている声。本当に桐生さんのせいなんですか？あの子の命が失われたのは。俺はゆっくりと振り返った。ゆいは泣いていた。制服の袖で何度も涙を拭いながら、それでもまっすぐに俺を見ていた。その瞳の奥に宿る光は疑いではなく、ただ真実を知りたいという渇望だった。ああ、もう隠しきれない。この子にだけは嘘をつけない。俺は深く息を吸い込んだ。そして重い口を開いた。長くなるぞ。ゆいはこくりとうなずいた。涙で濡れた瞳でじっと俺を見つめ返してくる。俺は近くの椅子を引き寄せ、静かに腰を下ろした。ゆいもその向かいに座る。窓から差し込む夕日が彼女の栗色の髪をキラキラと照らしていた。俺は医者だった。
静かに語り始めた。誰にも話したことのない俺自身の過去。外科医だ。心臓血管外科。命の瀬戸際に関わる仕事だった。ゆいは息を飲んで聞いていた。周りからは少し腕がいいなんて言われていた。自分でもそう思っていたのかもしれない。若かったし自信もあった。どんな難しい手術でも俺なら成功させられる、と自重気味に小さく笑った。あの頃の自分は傲慢だったのかもしれない。たくさんの命を救ってきたつもりだった。家族から感謝されることもあった。それが俺の誇りだったし、生きがいだった。少しだけ言葉を切った。あの頃の手術室の匂い、緊張感、そして命の重さが蘇ってくるようだった。そんなある日、一本の電話が入った。緊急オペだ、と。それが理事長先生の。ゆいがかすれた声で尋ねた。俺はうなずいた。ああ、理事長の息子さんだった。まだ中学生くらいの活発そうな、いい子だったと記憶している。病名は急性大動脈解離。一刻を争う状態だった。すぐに手術室に運ばれて、俺が執刀することになった。手術の光景が鮮明に脳裏に蘇る。張り詰めた空気、モニターの電子音、スタッフたちの緊張した面持ち。手術自体は困難を極めた。だが手応えはあったんだ。俺の持てる技術を全て注ぎ込んだ。これで助けられる。そう確信していた。だが、手術の終盤だった。あと少しで終わるというところで、彼の容体が急変した。声が少し震えた。原因はすぐにはわからなかった。俺は懸命に原因を探りながら蘇生措置を続けた。だが、俺は言葉を詰まらせた。あの時の無力感、絶望感。手のひらからスルスルと命がこぼれ落ちていく感覚。間に合わなかった。絞り出すように言った。少年の穏やかだった寝顔がまぶたの裏に焼き付いている。どうして急に？ゆいが涙をこらえながら尋ねた。俺は一度目を伏せた。そして静かに続けた。麻酔科医のミスだった。え？ゆいが目を見開いた。手術中に投与する薬剤の量を彼が間違えたんだ。それが原因で心臓に予期せぬ負担がかかり、急変を招いた。俺は最後までそれに気づけなかった。いや、気づいていたのかもしれない。だが認めたくなかった。自分の手術に問題があったわけではないと信じたかった。当時の麻酔科医、柴崎仁の顔が浮かんだ。いつも自信過剰でどこか人を値踏みするような目をしていた男だ。大病院の院長の息子で将来を約束されたエリート。彼があの時どんな表情でミスを隠蔽しようとしていたか。事故調査委員会が開かれた。俺は麻酔の記録を見ればミスは明らかになると思っていた。だが現実は違った。柴崎は巧みに証拠を改ざんし、すべての責任を俺に押し付けた。俺の判断ミスが急変を引き起こしたのだ、と。病院の上層部もおそらく、柴崎家からの圧力を恐れたのだろう。柴崎の主張を鵜呑みにし、俺を切り捨てることを選んだ。理事長にはそう報告された。執刀医の判断ミス。それが公式の見解となった。俺は全てを失った。医師免許、キャリア、信頼、そして命を救えなかったという重い十字架だけが残った。声を失い、ただ呆然と日々を過ごした。もう二度とメスを握ることはできない。誰の命も救うことはできない。俺の人生は終わったのだと思った。そんな時だった。ふと、ある女性の顔が浮かんだ。あの時の唯一の光。一人の看護師が俺に声をかけてくれたんだ。彼女はずっと俺の手術のサポートをしてくれていた人で、俺のことを信じてくれていた。彼女は俺が病院を去る日、人目を忍んで会いに来てくれた。そして静かに、でも力強くこう言ってくれた。白川美咲と名乗った。彼女は、私はあなたの味方です。桐生先生のせいじゃないって分かっています。いつか必ず真実を明らかにします。と、その言葉がどれだけ俺を救ってくれたか。真っ暗な絶望の中に差し込んだ、たった一筋の光だった。俺は彼女の前で初めて声を上げて泣いた。悔しくて情けなくて、そしてほんの少しだけ救われた気がして。それから俺は姿を消した。医療の世界から完全に
過去を捨てて流れ着いたのがこの学園だった。用務員として働くことは贖罪のつもりだった。命を救うはずだったこの手で、結果的に未来ある若者の命を奪ってしまった。たとえそれが濡れ衣であったとしても、もう二度と人の命に直接関わることはできない。すべきではない。そう思ったんだ。だから、医療の世界から最も遠い場所で、誰にも注目されず、ただ黙々と人のために働くこの仕事を選んだ。華やかな舞台から降り、日陰で学校を支える。汗を流し、汚れたものをきれいにし、壊れたものを直す。その一つ一つの作業が、俺にとっては過去の自分への戒めであり、失われた命への、そして裏切られた信頼への、せめてもの償いのように感じられたんだ。話を得ると、重たい沈黙が訪れた。ゆいはうつむいて肩を震わせていた。ポタポタと涙が床に落ちる音が聞こえる。やがて彼女はゆっくりと顔を上げた。涙でぐしゃぐしゃになった顔だったが、その瞳にはさっきよりも強い光が宿っていた。信じます。はっきりとした声だった。私は、桐生さんを信じます。俺は息を飲んだ。だってあの日、倒れた生徒を助けた時も、桐生さんは冷静で、的確で見返りなんて何も求めなかった。私が陸上のことで悩んでいた時も、厳しいけど、本当に私のことを考えてくれる言葉をくれた。勉強だって、こんな私の無茶な願いを、馬鹿にしないで一生懸命教えてくれたじゃないですか。ゆいは涙を拭いながら、懸命に言葉を続けた。それにいつも見てました。誰も見ていないような場所でも、黙々と丁寧に仕事をして、困っている人がいたら、そっと手を差し伸べて、そうがひどいことを言った時だって、私のためにちゃんと向き合ってくれた。彼女の瞳は、俺の過去ではなく、俺という人間そのものを見ているようだった。そんな桐生さんが、人の命を軽んじたり、自分のミスを隠すような卑怯なことをするなんて、絶対にありえません。私にはわかります。ゆいは立ち上がった。そして、俺の前に立つと、今度は涙をこらえ、精一杯の笑顔を作ろうとした。だから、どうか、諦めないでください。何があっても、私は桐生さんの味方です。絶対に一人じゃないですから。その言葉は、慰めでも同情でもなく、ただ純粋な、彼女の心の叫びのように聞こえた。俺は何も言えなかった。ただ、彼女のその強い瞳を見つめ返すことしかできなかった。俺が学園を去る日は刻一刻と近づいていた。荷物を少しずつ整理しながら、残された時間を過ごす。ゆいは相変わらず放課後になると、俺が使っていた倉庫の片隅で勉強を続けていた。その姿は以前にも増して鬼気迫るものがあった。医学部合格という高い目標に向かって一心不乱に努力している。俺はそう思っていた。時折見せる、ふとした瞬間の疲れた表情や、目の下のクマも、きっと受験勉強のプレッシャーと、疲労から来るものだろうと。ゆい、無理するなよ。ちゃんと休んでるか？声をかけると、彼女はいつも、大丈夫です。やらなきゃいけないことがたくさんあるので。と明るく、しかし、どこか硬い笑顔で答えるのだった。俺は知らなかった。彼女が分厚い参考書の隣に別の資料を隠し持っていること。彼女が放課後の勉強時間の合間に密かにどこかへ電話をかけたり、古い新聞記事を調べていること。彼女が医学部の勉強とは別に、もう一つのはるかに困難な証明のために、たった一人で奔走していることなど、全く気づいていなかったのだ。彼女のそのけなげなまでのひたむきさを、俺はただ自分の夢に向かって頑張る純粋な努力だと信じて見守ることしかできなかった。夕暮れの倉庫に差し込む光の中で鉛筆を握りしめる彼女の小さな背中がやけに儚く、そして強く俺の目に焼き付いていた。冬の風が窓の隙間から吹き込み、古い倉庫の匂いを運んでくる。その中でゆいはただ黙々とページをめくり続けていた。彼女が何を思い、何を決意しているのか、俺が知るのはもう少し先のことになる。学園の門をくぐらなくなってから、季節は静かに移ろい、冬の終わりが近づいていた。俺は新しい職を探しながら、日雇いの仕事を転々とする日々を送っていた。かつてのエリート医師の面影はもうどこにもない。汗と埃にまみれて働く毎日。それでも、不思議と心は以前より軽かった。なぜなら、
俺にはまだ一つのつながりが残されていたからだ。週に一度、あるいは二度、俺とゆいは人目を忍ぶようにして会っていた。町の小さな図書館の隅にある自習スペースや、時には冷たい風が吹き抜ける公園のベンチで、ゆいが持ってくる参考書は日に日に厚みを増し、書き込みでびっしりになっていた。桐生さん、ここの公式なんですけど。ああ、これはだな。俺たちは以前と変わらず数学の問題を解き、生物の図を眺め、化学式を追いかけた。失われた時間を取り戻すように、彼女は驚くほどの集中力で知識を吸収していく。そのひたむきな姿を見ていると、俺自身のすさんだ心も少しずつ現れるような気がした。彼女の存在が俺にとっての救いであり、希望だった。だが、春の足音が近づくにつれて、ゆいの様子には明らかな変化が見え始めていた。もともと細い体がさらに痩せたように見える。そして何より顔色が悪かった。透き通るように白い肌は青白さを通り越して、どこか土毛色を帯びているようにすら感じられた。ゆい、本当に大丈夫か？ある日の帰り道、俺はたまらず声をかけた。図書館の閉館時間を示す音楽が流れる中、彼女は重そうなカバンを肩にかけ、ふらりとよろめいたのだ。顔色が悪いぞ。ちゃんと寝てるのか？食べてるのか？心配で語気が強くなる。大丈夫ですって。ゆいは慌てて背筋を伸ばし、いつものように笑顔を作った。受験が近いから、ちょっと睡眠不足なだけです。みんなこんなもんですよ。みんなね。俺はため息をついた。彼女の言うみんなが医学部を目指す他の受験生のことなのか、それとも俺の知らない別の何かを指しているのか、一瞬、そんな疑念が頭をよぎった。だが、彼女の大丈夫という言葉と、無理に作った笑顔を信じるしかなかった。きっと、過酷な受験勉強が彼女をここまで追い詰めているのだろう、と。無理だけはするなよ。倒れたら元も子もないんだからな。そう言って、彼女の頭を軽く撫でた。彼女は、はい、と元気に返事をしたが、その声には隠しきれない疲労の色が滲んでいた。その笑顔がやけに俺の胸に引っかかった。まるで何か大きなものを隠しているような、そんな危うさを感じたからだ。それから数日後のことだった。その日も俺たちは閉館間際の図書館の片隅で、いつものように勉強をしていた。外はもう暗くなり始め、窓ガラスに蛍光灯の光が反射している。そろそろ帰るか。俺が参考書を閉じると、ゆいは顔を上げた。だが、いつものようにすぐに立ち上がろうとはせず、何かを逡巡するように、じっと自分の膝を見つめている。どうした？俺が尋ねると、彼女はゆっくりと顔を上げ、俺の目をまっすぐに見た。その瞳はいつになく真剣で、強い光を宿していた。桐生さん。彼女の声は少し震えていた。大事な話があります。俺は息を飲んだ。彼女のただならぬ様子に心臓がどくりとなる。まさか体調のことだろうか、それとも受験のことか。俺が言葉を探していると、ゆいは深く息を吸い込み、意を決したように口を開いた。桐生さんが学園を去ってから私、ずっと言葉を探すように、ゆっくりと。けれど、はっきりと続けた。桐生さんのあの事件のことを調べていました。え？俺は耳を疑った。聞き間違いかと思った。白川さんという看護師さんが協力してくれるって。ゆいの目からポロポロと涙がこぼれ落ち始めた。白川さんもずっと桐生さんのことを気にかけていて、協力してくれるって言ってくれて。俺は言葉を失って、ただゆいを見つめていた。頭が真っ白になった。彼女が俺のために、一体いつから？当時のことを知っている別の看護師さんも見つかったんです。その人が柴崎先生の指示がおかしかったって証言してくれるって、それに麻酔記録のコピーも少しだけ。涙で声を詰まらせながら、彼女は一生懸命に説明しようとした。ごめんなさい、ずっと黙っていて。桐生さんに心配かけたくなくて。でも、どうしても桐生さんの無実を証明したくて。そういうことだったのか。彼女のあの異常なまでの集中力も、日に日に悪くなる顔色も、隠しきれない疲労も、すべては俺のためだったというのか。医学部受験というだけでも大変な時期に、高校生の彼女がたった一人でこんなにも重いものを背負って、衝撃と申し訳なさと
そして言葉にならないほどの感謝が一度に押し寄せてきた。胸が熱くなる。ゆい。俺はかすれた声で彼女の名前を呼んだ。それで、ゆいは涙を拭うと顔を上げた。来週の木曜日に、白川さんが理事長先生と直接会って話をしてくれることになったんです。理事長と？俺は目を見開いた。あの俺を憎んでいるはずの理事長と白川さんが。面談がどうなるかわかりません。理事長先生が信じてくれるかどうかも、もしかしたら柴崎先生側から何か妨害が入るかもしれない。ゆいの声には不安と、それでも諦めきれない強い意志が滲んでいた。でも、私は諦めたくないんです。桐生さんにちゃんと知っておいて欲しかったんです。私が勝手にやったことだけど、それでも。そこまで言うと、彼女は再びうつむき、肩を震わせた。俺はそっと立ち上がり、彼女の隣に膝をついた。そして、震える彼女の肩を優しく、しかし強く抱き寄せた。バカだなお前は。声が震えた。俺のためになんでそんな危ないことまで。桐生さんは恩人ですから。俺の腕の中で、ゆいがくぐもった声で言った。私が前を向けたのは、桐生さんのおかげだから。だから、今度は私が。温かい涙が、俺のシャツを濡らしていく。その涙の熱さが、俺の心の奥底に凍りついていた何かを、ゆっくりと溶かしていくようだった。どれほどの覚悟で、彼女はこの数ヶ月を過ごしてきたのだろう。どれほどの不安と戦いながら、たった一人で走り続けてきたのだろう。それを思うと、自分の不甲斐なさと、彼女への感謝で胸が張り裂けそうだった。俺はしばらくの間、ただ黙って彼女を抱きしめていた。図書館の閉館を告げる音楽が遠くに聞こえる。やがて俺はゆっくりと彼女の体を離し、涙で濡れたその顔を覗き込んだ。そして、はっきりと決意を込めていった。ありがとう、ゆい。俺ももう逃げない。ゆいがはっと顔を上げた。君のその勇気を無駄にはしない。白川さんたちの思いも絶対に無駄にはさせない。俺は彼女の目をまっすぐに見つめた。何が起ころうと俺も一緒に戦う。真実を取り戻すために、ゆいの目に再び涙が溢れた。でも、それはさっきまでの涙とは違う。安堵と、そして希望の光を帯びた涙だった。彼女は何度もうなずいた。閉館間際の静かな図書館で、俺たちは固く手を取り合っていた。外はもう完全な夜の闇に包まれていたが、俺たちの心には確かな光が灯り始めていた。長い間閉ざされていた俺の時間がようやく再び動き出そうとしていた。面談を翌日に控えたその日は、朝から冷たい雨が降っていた。ゆいはまるで何かに追われるように最後の確認作業に没頭していた。場所はいつもの図書館の自習スペース。テーブルの上には医学部の参考書とともに白川さんから託された資料のコピーや証言をまとめたメモが広がっている。俺はそんな彼女の様子が心配で閉館時間近くに顔を出した。ゆい、もう遅い。今日はこれくらいにして帰ろう。声をかけると彼女はびっくりと肩を震わせ、ゆっくりと顔を上げた。その顔色は昨日よりもさらに悪く、目の下のクマは一層濃くなっていた。焦点が合っていないようなうつろな目だ。ああ、桐生さん。力なく微笑もうとした、その瞬間だった。彼女の体がぐらりとかしいだ。おい、ゆい。俺はとっさに駆け寄り、崩れ落ちる彼女の体を支えた。しっかりしろ、ゆい。呼びかけるが返事はない。ぐったりとした体は熱く、呼吸は浅く速い。脈も微弱だ。誰か救急車を呼んでくれ。AED があるなら持ってきてくれ。俺は周囲に叫びながら、ゆいの体を慎重に床に横たえた。意識レベルを確認。呼びかけに反応はない。瞳孔も散大している。気道を確保し、頸動脈に指を当てるが、脈がほとんど触れない。呼吸も止まりかけている。まずい。これは心停止寸前だ。しっかりしろ、ゆい。戻ってこい。俺は迷わず、心臓マッサージを開始した。かつて、手術室で何度も行ってきた動きだ。だが、今は手術台の上ではない。冷たい図書館の床の上で、俺はただ無我夢中で、彼女の小さな胸を押し続ける。1回、2回、3回。規則正しく、力強く。周囲のざわめきが遠くに聞こえる。誰かが持ってきた AED を装着し、電気ショックを行うが、状況は好転しない。
顔面は蒼白を通り越して紫色になり始めていた。頼む、動いてくれ。額から汗が噴き出し、呼吸が荒くなる。それでも、俺は手を止めなかった。止めるわけにはいかなかった。この手が彼女を救える唯一の希望かもしれないのだから。やがて、けたたましいサイレンとともに、救急隊員たちが駆け込んできた。状況は？心停止状態です。胸骨圧迫継続中。AED ショック1回実施。俺は簡潔に報告する。隊員たちは迅速にモニターや点滴の準備を始めるが、モニターに映し出される心電図の波形は絶望的なほど平坦に近い。厳しいな。隊員の一人がヘルメットの下で顔を歪めるのが見えた。他の隊員も厳しい表情で処置を続けている。諦めに似た空気がその場に漂い始めていた。まだだ。俺は叫んだ。まだ諦めるな。俺は再び胸骨圧迫を再開した。隊員の静止を振り切るように一心不乱に。戻ってこい、ユイ。君にはまだやらなきゃいけないことがあるだろう。俺の声は静かな図書館に響き渡った。それは祈りであり、命令であり、そして俺自身の心の叫びだった。その危機迫る俺の姿を、入り口近くで立ち尽くす一人の青年が息を飲んで見つめていた。柴崎そうだった。彼の目は大きく見開かれ、信じられないものを見るように俺に釘付けになっていた。いつも見下していたはずの男がボロボロになりながら絶望的な状況でも決して諦めず、ただひたすらに命をつなごうとしている。その姿は彼が知るどの医者とも違っていた。これが本当に命を救うということなのか。そうは言葉を失い、ただ立ち尽くすしかなかった。どれくらい時間が経っただろうか。俺の腕はもう限界に近かった。それでも押し続ける俺の耳に隊員の一人の声が飛び込んできた。波形戻った。微弱だが自発呼吸もあるぞ。モニターのフラットだった線がかすかに、しかし確かに脈打っている。よし続けるぞ。ストレッチャー急げ。隊員たちの間に再び緊迫した活気が戻る。俺は崩れ落ちそうになる体を何とか支え、担架に乗せられていくユイを見送った。頼む、助かってくれ。病院での集中治療は予断を許さない状況が続いた。俺はただ祈るような気持ちで待合室の硬い椅子に座り続けていた。駆けつけた医師は言った。あと数分処置が遅れていたら危なかった。あなたの迅速な対応が彼女の命をつなぎました。と、その言葉に少しだけ救われる思いがした。数日後、ユイは奇跡的に意識を取り戻した。白い天井、消毒液の匂い、規則的な電子音。ユイが眠る病室で、俺は彼女の手を握りながら、ただ時間が過ぎるのを待っていた。俺の施した救命処置は適切だったと、後から駆けつけた医師は言った。過労と極度のストレスが原因だったが、幸い大事には至らなかった。今はただ、穏やかに寝息を立てている。間に合って本当によかった。心の底から安堵がこみ上げてきた。やがて、ユイがゆっくりとまぶたを開けた。桐生さん。かすれた声で俺を呼ぶ。俺はほっと息をつきながら、彼女の額に浮かんだ汗をそっと拭った。気がついたか。面談は、理事長先生との白川さんとの。まだ朦朧としながらも、彼女が気にしていたのはやはり、あの面談のことだった。約束の時間に、彼女は行けなかったのだ。俺の無実を証明するための大事な面談。俺は少し言いにくそうに、しかし静かに告げた。面談は中止になった。君が倒れたからな。あ、その言葉に、ユイの目にみるみる絶望の色が広がった。そんな、私のせいで。せっかく白川さんが繋いでくれたチャンスだったのに、桐生さんの潔白を証明する大事な機会だったのに、私が全部台無しにしてしまった。罪悪感でポロポロと涙が溢れ始めた。違うよ、ユイ。俺は優しく彼女の涙を拭った。君のせいじゃない。君は本当によく頑張った。その時、病室のドアが静かに開き、成美理事長が入ってきた。彼の表情は、俺が最後に見た時とは全く違っていた。深い後悔と、父親としての悲しみを称えた、一人の人間としての顔があった。理事長は、ベッドのそばまで来ると、深く頭を下げた。桐生先生、そして羽鳥さん、本当に申し訳なかった。その肩は小刻みに震えていた。そうくんが全てを話しに来てくれたんだ。そうくんが、俺は驚いて聞き返した。
ああ、理事長はうなずいた。彼が桐生さんの懸命な救命処置を目の当たりにし、心を激しく揺さぶられたこと、そして兄である柴崎仁に不正の証拠を突きつけ自白させたこと、そのすべてを涙ながらに私に語ってくれた。理事長は続けた。そうくんは当初、兄である仁を信じ、桐生先生の過去の問題を調べ、羽鳥くんの医学部進学を諦めさせようとしていたらしい。兄を助けたい、そして幼馴染の羽鳥くんを現実に戻したいという一心で。だが、調べれば調べるほど、桐生さんの不正を示す証拠は何一つ見つからず、逆に兄の経歴や私の息子の医療事故の経緯に数々の不審な点が浮かび上がってきたのだという。そしてついに彼は兄が医療ミスを隠蔽し、その罪を桐生先生に着せたのではないかという疑念を抱かざるを得なくなった。そんな葛藤の中で君のあの救命処置を目の当たりにしたそうくんは確信したのだろう。真実はどこにあるのか。そして兄が何を隠しているのかを、その足で兄の元へ向かい、自らが掴んだ兄の不正の証拠とその日の出来事を突きつけ問い詰めた。追い詰められた柴崎仁はついに自らの罪を告白した。そうくんはその全てを私に打ち明けてくれたのだ。理事長はゆいの手元に置かれていた資料にも目をやった。白川さんたちの証言も改めて確認させてもらった。君たちが繋いだ真実の光がなければ、私は永遠に過ちの中にいただろう。面談は中止になったが、君たちの行動が無駄になることは決してない。理事長の目から再び涙が溢れた。私は真実から目を背け、桐生先生を憎むことで自分を保っていた。君たちの勇気がなければ、私は永遠に過ちの中にいただろう。理事長の涙ながらの謝罪を俺は静かに聞いていた。長年の恨みや怒りが不思議とスッと消えていくのを感じた。彼の苦しみもまた本物だったのだ。理事長先生のお気持ちもわかります。俺はそっと理事長の肩に手を置いた。過去は変えられません。でも、これからなら変えられます。その言葉に理事長は何度もうなずき、ただ涙を流し続けた。長い誤解と憎しみの連鎖がようやく解けた瞬間だった。ゆいも自分の行動が無駄ではなかったことを知り、静かに涙を流していた。真実が明らかになると、事態は急速に動いた。柴崎仁の悪事は公になり、彼は医師としてのキャリアも社会的信用も全て失った。巨大な権力を誇った柴崎メディカルグループも過去の不正行為や隠蔽工作の疑いで徹底的な調査が入り、その基盤は大きく揺らいだ。悪がその報いを受ける時が来たのだ。季節は巡り、眩しい日差しが降り注ぐ夏が訪れた。ゆいはすっかり元気を取り戻し、そして見事、鳴海学園の新設医学部への推薦を勝ち取っていた。俺もまた、学園の近くに小さなアパートを借り、新たな一歩を踏み出していた。部屋には少しずつ専門書が増えていく。医師免許の再審査、受けることにしたよ。訪ねてきたゆいに、俺は照れくささを隠しながら告げた。失ったものを取り戻すのは簡単ではない。それでも、もう一度、あの場所に戻りたいと思った。もう一度、この手で誰かの命を救いたいんだ。ゆい、君が思い出させてくれたからな。ゆいは、ひまわりのような笑顔で力強くうなずいてくれた。はい。私も、桐生先生みたいな患者さんの心に寄り添える医者になります。その言葉が、俺の背中を強く押してくれた。時折、湊くんも顔を見せるようになった。彼は、以前の影のある表情とは違い、どこかすがすがしい顔つきで、ひたすら医学書に向かっている。あの日、俺の姿を見て、彼の何かが変わったのだ。僕も医者になるよ。ある日、彼は俺たちに、静かに、しかし、揺るぎない決意を語った。兄さんの罪は消えない。でも、僕がそれを乗り越える医者になる。命に誠実でありたいから。彼のその言葉に、俺は未来への確かな希望を感じずにはいられなかった。過ちから目を背けず、誠実に命と向き合おうとする若者がいる。それだけで世界はまだ捨てたもんじゃないと思えた。夏草が風に揺れる。学園が見渡せる丘の上、夕暮れの茜色の光の中、俺はゆいと並んで座っていた。隣にいる彼女の横顔が夕日に照らされて綺麗で、思わず見とれてしまう。いつからだろうか、彼女をただの恩人や
守るべき存在としてだけでなく、一人の女性として強く意識するようになったのは、困難を乗り越える中で見せた彼女の強さ、ひたむきさ、そして優しさが、凍てついた俺の心をゆっくりと溶かしていったのだ。ありがとう、ゆい。俺は心からの感謝とともに、込み上げてくる特別な感情を込めていった。君がいなければ、俺はまだ闇の中にいた。君の勇気と、そのまっすぐな心が俺を救ってくれたんだ。ゆいは少し頬をあからめながら俺を見つめ返した。その潤んだ瞳は尊敬だけではない。確かな熱が宿っているように見えた。私の方こそ桐生さんのおかげで夢を見つけられました。諦めないこと、信じ続けることの大切さ、そして人を強く思うことの温かさを教えてもらいました。彼女の声はかすかに震えていた。それはきっと俺と同じ気持ちだからだろう。俺たちの間に流れるのは単なる師弟や恩人という関係を超えたかけがえのない愛情だった。共に絶望の淵を歩き、互いの弱さも強さも知り尽くしたからこそ生まれた深く強い思い。年の差も過去の傷ももう関係なかった。これから歩む道はそれぞれ違う。俺は再びメスを握るために、彼女は命を救う医師になるために、険しい道のりになるだろう。大変なこともあるだろうけど、俺は意を決してそっと彼女の手を取った。驚いて少しだけ肩を震わせた彼女の手は小さくて温かかった。そのぬくもりが俺の心に直接流れ込んでくるようだった。一人で抱え込むなよ。これからは俺もちゃんと隣にいるから、ずっとそばで支える。ゆいは驚いたように目を見開いた後、みるみるうちに頬を染め、そしてふわりと今までで一番幸せそうな満開の花のような笑顔を見せた。はい。その輝く笑顔と力強く握り返してくれた手のぬくもりだけで、俺の心はこれ以上ないほどの幸福感で満たされた。夕焼け空の下、俺たちは未来への決意と、そして始まったばかりの二人の思いを胸にしっかりと手をつないでいた。俺の止まっていた時間が、そして俺たちの恋が今確かに動き始めていた。